ますよ。はい。実はあれ2ヶ月前に日本に帰国してました。帰国してました。日本からお届けしております。今日はね、世界一周全体を踏まえて最後の振り返り動画を撮っていきたいと思います。主に話すこととしては、良かった国で、その後に旅を通して2人それぞれ感じたことをちょっと話した後で、最後に一番気になるであろう費用のところを話していけたらなと思います。で、今6月の半ばなんですけど、私たちが帰国したのが4月の28日、で出発したのが2024年の4月2日だったので392日、1年ちょっと旅をして帰ってきました。今地図が出てると思うんですけど、僕たちは西回りでスタートして、最初東南アジアから最後は南米まで旅を進めました。で、行った国数は33カ国ですね。はい。元々の予定よりはすごい多くなってるね。元は1ヶ月1カ国みたいなボランティアしながら暮らすように旅するっていうので話してたところからすると、結構国数としては多くなったかなって感じですね。そうだね。だけど私たちはワークアウェイのボランティアとかしてたから、他の人と比べたらちょっと少ない方かなとは。もっと言ってる人もいるよね。でもね、もともとその予算が尽きたら帰ろうみたいなことを言ってたから、決めてた1年間旅ができたっていうところで、意外とできるもんですね。国数は結構多いのはヨーロッパがね、多いよね。南米とかは国数っていうよりかは都市を稼いでいく感じだから。良かった国を、よくね聞かれる質問ナンバーワンだよね。ナンバーワン。どこが良かったすごく難しくて、というのもやっぱ何を基準にするかによって、どこが一番良かったっていう国も変わってくるから、今回はカテゴリーに分けたので、それの順番を紹介しようと思います。そうですね。まず一つ目がヨーロッパナンバーワン、で選ばれたのがハンガリーでした。ハンガリーは何が良かったかっていうと、食が美味しかった。オーストリアとか周辺国から影響を受けてるのかもしれないけど、独自の国の食があって、それをカウチサーフィンを通して体験させてもらったからっていうね、私たちの主観も入ってるとは思うけど、人柄もフレンドリーな、方がすごい多くて、あとは、ヨーロッパに行く目的ってやっぱヨーロッパのね、綺麗な景色を見たいからっていうのが大きいと思うんですけど、ハンガリーのね景色もすごい綺麗だよね。首都のブダペストは建物のスケールとかも大きくて、やっぱり過去にオーストリア・ハンガリー帝国で栄えてたからこそ、それでいうとオーストリアもすごかったけどね。そうだね、ポーランドとかもすごかったけど、そういう景色に加えて、なんといってもハンガリーにはね、温泉があるから。温泉があるんですよ。大体ね、ヨーロッパって聞くとフランスとかイタリアとか西欧の方のイメージが私もすごく強かったけど、物価が高いっていうのがちょっとあるから、そこまで物価も高くなく気軽に行けるっていうのがハンガリーかなって思ったので、ちょっとおすすめナンバーワンにしました。はい、続いて、過ごしやすさナンバーワンです。はい、これはなんか長期滞在がしやすかった国っていうイメージそうだね、そうだね。って言うと、いくつかあるんだけど、まずタイとラオス。これは日本からの距離が近いっていうのもあって行きやすさ含めなんですけど、物価がまず安くて、ホテルとかも1泊1人1000円とかそれぐらいで泊まれるし、外食も1食500円とかで食べれたりするし、で食の味付けもアジアだからか親しみやすいというか、辛いけどねというので長く居やすい国かなっていうところですね。確かにこれだけ物価が安くて治安もいいっていうところがやっぱり東南アジアのすごい最大の魅力だなって。インドとかエジプトとかはもっと安いんだけど、反面気軽には出歩けなかったりとか、あと食がスパイシーだったりとか、そういうところがあったんだけど、タイラオスは本当にそういうことなく、長く滞在しててもストレスが少ない国でした。移住者が多いのも納得ですね。で、あと私が良かったところがペルーのクスコで、最近そのペルーの治安っていうところも要注意なところはあるんですけど、クスコはそのマチュピチュに近い町で、世界遺産にもなってる町なので、すごく街並みが綺麗で、観光地化されてるんだけど、そういう点では安心して
歩いたりショッピングしたりご飯食べたりできたかなっていう場所でした。やっぱりその外食がね、そんなに高くなかったよね。私ペルーは物価安くて、しかも食事がすごい美味しくて、やっぱ独自の食文化とかもすごいあって、ペルー全体が美食の国って言われてて、南米の中でもペルーはちょっと違ったよね。美味しかったね、やっぱり圧倒的に。でそのペルーの食だけじゃなくて中華系の食も広がってたりして、チャウハっていう、ね、チャーハンだったりとかほぼチャーハンだそうね味に親しみがあったっていうところでクスコも、はい、ランクインしました。南米ではあるので都市とかはねもちろん選んでいかなきゃいけないとは思うんですけど、クスコは過ごしやすかった、物価が比較的安くて安心して歩けてだったのでランクインです。はい、続いて自然の景色ナンバーワン。はい、自然が良かった大自然系だね。こちらはアルゼンチンですね。アルゼンチンに限らずやっぱ南米は一つ一つの国がすごくスケールが大きくて、場所によってその分見れる景色が全く違うっていうところが南米の魅力で、アルゼンチンも北と南に行ったんですけど、南はパタゴニア、北はフフイ。やっぱり見える景色が全然違くて、例えばフィッツロネのすごい綺麗な山登ったりとか氷河見たりとか、北の方ではレインボーマウンテン見たりとか、本当に日本では見られないような大自然を見られたっていうのが南米であり、アルゼンチンが中でも良かったなっていう感じでした。滝も見れるしね。そうだね。本当にスケールの大きい日本では見れない自然を見れる国でしたね。私がいたか。で、最後に総合ナンバーワン。じゃあ結局どこがいいのって言われた時に私たちがお気に入りだった国がメキシコですね。7割主観ですけど3ヶ月滞在してたし、一番長かった国だから、やっぱ長く滞在すればその国のことをより深く知れるからっていう意味で、やっぱメキシコがどうしても入ってきちゃうんですけど、でもそうじゃなくてもね、結構他の旅人とかもメキシコが一番良かったって言ってる人をよく聞くから、本当にそれだけ魅力のある国なんだと思います。具体的には食文化、まずはサボテン食べたりチリ食べたりトルティーヤ、もうトルティーヤもう本当にでも種類が多くて、中華料理に続いて2位のバラエティの大きさとかっていう話もあったし、そういう意味で食文化が全然違う。また食文化だけじゃなくて宗教的な文化っていうのも違う。メキシコ含め中南米はカトリックの国が多いんですけど、メキシコの場合は死者の日とかクリスマスの時期のポサダとか、このカトリックの文化と先住民からの文化が融合した本当に独自の行事ごととかがたくさんあって、パレードもたくさんあって楽しいですね。あとはやっぱ何といっても人柄ですね。そうだね。本当にすごいフレンドリーだけど、どこか日本人のような謙虚さを持ってるみたいなところがあって、私たちをすごい受け入れてくれる人がたくさんいた印象でした。何回ね、ここはあなたのお家だからって言ってもらったかわからないぐらい家族のように受け入れてくれた人たちも多かったし、不便なところもたくさんあるけど人自体がすごい楽しんでるような印象を持ちました。明るい人が多い。そうね。あとはお土産が可愛い。お土産それはやっぱカラフルなね、そうだね、お土産がたくさんあったりとかして、お土産も本当に一番メキシコが可愛かったなって思います。はい、あとは自然っていう話でもさっき南米がスケール大きいって言ったんですけど、メキシコもねすごいよね。海があり山がありキャニオンがあり、いろんなサボテンが生えてる乾燥地帯があったりとか、本当全然違う異世界観。広いからねメキシコ、場所によって見れる景色が違うから、本当に何度行っても飽きない場所なのかな。そのホストの方も50年ぐらい滞在してても見切れないって言ってて、僕ら自身もあんまりまだ行けてはないんだけどね。でもバカラルコっていう超透き通った湖だったり、あとは温泉とかもあったりね、あと遺跡もあるし、蝶々が何万羽も飛んでくるところがあったりとか、まだなんか開発されてない自然とかすごい景色が見られる場所とかもたくさんあって、そうね、そういう印象でした。そうですね。はい、はい、じゃあ以上ですかね。はい、では続いてこの世界一周全体を通して、今感じていること、旅をしてどうだったかっていうところなんですけど、僕が話したいこととしては旅の良さ。このやっぱ世界一周旅を始めてすごい良かったなって今思っていて、それはこれまでのやってた旅行とかっていうのではなくて、旅っていうものが良かったなって。だから世界一周とかに限らず、やっぱ世界に旅をしに行くっていうのが良かったっていう気があったってことですね。なんか個人的な
イメージとしては旅行と旅の違いは、旅行は期間とかある程度短くて決まってて、スケジュールもみっちり決まってる。旅は中長期でざっくりとした生き方は決めるけど、内容は全然決まってないような、そういった違いがあるのかなと個人的には思ってます。で、なんで旅がいいかって思うかというと、大きく3つのことを知れるからいいかなと思ってます。1つ目が、足るを知るということ。2つ目が、不便さを知る。3つ目が、新しい価値観を知るという、この3つのことを知れるからいいかなと思ってます。1つ目の足るを知るっていうのは、もうバックパック1つで世界を旅したっていうところがすごい大事だなと思ってて、普段日本に住んでいた頃とかは、やっぱり物とか、物のクオリティとかそういうものを際限なく、あれもこれもあれもこれも欲しがってた自分がいたなと思いました。でも、バックパック1つで1年間っていう期間、生きる、生活する。っていうことをやったことで、こんだけで生きれるんだっていう、その最小限自分に必要な何かっていうのを見つめ直すいいきっかけになったかなと思ってます。家に帰ってきて、自分たちの物の多さにびっくりしたよね。こんなに自分たち物持ってた。そんなに持ってないつもりだったけど、洋服とかめっちゃあるじゃん。家電とかもね、もう。これ全部自分のものみたいな。そう。すごい、そこに衝撃を受けたよね。っていうことで、やっぱり日本自体、当たり前レベルが他の国と比べたら比較的高い国ではあると思うんですけど、日本でずっと育ってきたからこその持っちゃってた感覚みたいなところを一旦リセットできたような感じです。続いてのその不便さを知るっていうところに関しては、もう本当いろんな不便さがね、この旅の中でもあったし、9ヶ月動画かなでも話したりしたんだけど、冷たいシャワーが出るとか、気軽に外を出歩けないとか、気軽に出歩けないのは犯罪のリスクしかり、狂犬病のリスクしかり、歩道がなかったりもするし、みたいな、いろんな要因で歩けないっていうことだったり、本当にいろんな面での不便さを感じました。だからこそ、一つ目にも通ずる面もあるとは思うんですけど、日本で育ってきたからこそ当たり前だと思っていたことが、実は世界的に見ると当たり前じゃないんだなっていうことに気づくことができた。で、それによって、当たり前のことに感謝できるようになったのかなと思ってます。食とか水の有限性っていうところですね。ヨーロッパでさえ水不足になってたりとかしたし、蛇口をひねると水が出るっていうことも当たり前じゃないんだなとか、そういったところを含めて感謝できるようになったっていうところが一つあります。で、最後に新しい価値観を知るっていうところで、これはそのちょっと抽象的な話にはなってしまうんですけど、自分の価値観とか持ってる固定観念、考え方、生き方とか、そういったものをアップデートできるタイミングってやっぱり人と出会うことだと思ってます。で、特に違うバックグラウンド、その人を取り巻いてる環境が違えば違うほど新しい生き方を発見できたりするのかなと思っていて、世界で出会う人っていうのは違う文化を持ってる人なので、そういった人との出会いが嫌でもあるっていうのがこの旅をしていてのすごい良かったところなのかなと思いました。だからそういう人と出会って生き方の幅広さとか、そういったことを気づけた自分がいる気がしています。その生き方の多様性っていうところにプラスすると、私は自分の好きなこととか、自分の好きなように生きていいんだなっていう自信がついたなっていう気づきがありました。以上です。でも私もほとんど同じようなことだから追加であるとしたら、自分自身が日本人なんだなって思いました。やっぱ日本に帰ってきて空港着いて入国審査をするときに簡単だった自分の故郷が日本なんだっていうことを身をもって体感したっていうことですね。それでどういうあれだったんだろう。でもそのね、日本文化の見直しとか日本食の魅力とか、そういうところを発見できた。そうだね。日本人ならではの多分特性みたいなのとかもあったりして、おもてなしの精神とかもそうだし、自分の使ったものはきれいに片付けるとか、そういうところが日本の中で生きてきたからこそ自然と身についてるものだったんだなっていうことに気がついたりしました。当たり前じゃなかったんだよね。パラグアイで日本人宿に泊まった時とかは、すごく居心地が良くて、やっぱそれはみんなが自然と食器洗いとか配膳とかもみんな絶対手伝ってくれたりとか、最後机とかもきれいに拭いてシンクまで掃除してみたいな、当たり前かもしれないけどそれが当たり前じゃない国とかもたくさんあったから、そういう点では自然と身についてきたこの感覚みたいなところの凄さみたいなのを知れました。帰国して衝撃最初に受けたのは、
31アイスクリームをね行った時に試食をするタイミングでアレルギーありませんかっていうのを向こうから確認してくれたとかっていうのもすごいサービス精神というか、逆に日本ではそれをやらないとダメなんだろうなっていうようなの当たり前レベルがすごい高いっていうので、それがいい悪いっていうのは一旦置いとくけど、こんな国はやっぱりないなっていうところを痛感しましたね。はい、というところですかね。はい、はいはい、はい、では費用に移ってまいります。はい、ではこの世界一周392日かかった費用はドラムロールじゃん337万円です。イエーイこれはちょっと触れないのこれは出発してから帰ってくるまでにかかった費用ですね。もともとね300万って言ってて、準備含めるかどうかも自分たちの中ではちょっと曖昧だったところもあるんですけど、300万っていうところに関してはだいたい300万、330万でいけました。これにあと準備費用でかかるものはワクチンと保険とかかな、それを合わせると360万ぐらいになるんですけど、ワクチンが僕たちはタイで打ったんで10万円、2人で10万円。保険も最初はねクレジットカード付帯で行ったんですけど、後半からセーフティーウィングっていうやつに入りました。それが18万円ぐらいなので合計で360万円ぐらい。保険に関してはクレジットカード付帯の保険組み合わせれば1年間ぐらいは持つっていう話も途中で聞いたので、ここはまた抑えられるところではあったかもしれないね。そうだね、けどその出発してからは337万円で行くことができました。内訳としてはやっぱり半分の140万円は長距離バスと飛行機っていうやっぱり移動にお金がかかるのかなというところです。でも残りの4割ぐらいが食費日用品とホテルっていうところで、やっぱり生きるのに生活するのにお金がかかったなというところです。国別に見ると、やっぱ滞在が長いメキシコ、アルゼンチンはいろんな都市に行ったから上がってるのと、あとタイとかは1ヶ月いたのに逆にこれだけみたいなところはあるかなと思います。つかみやすさが大事ですね。で私たちがしてた節約ポイントとしては、まずは、ヨーロッパみたいな物価の高い国ではできるだけ自炊をするようにしてました。あとはできるだけその地元の公共交通機関を使う、タクシーを使わない、飛行機もできるだけ抑えたりしてました。あとはその観光っていう面で、自分たちが何を優先的に見たいのかっていうところをちゃんと明確にして観光してました。ここはめっちゃ悩んだよね。だからアルゼンチンに結構お金がかかってるっていうのがあるんですけど、やっぱ私たちは歴史系っていうよりかは自然を見たかったから、ヨーロッパとかでは建物とか見るけど中は入らないとか、そういう選択を毎回行くたびにこれどうするみたいな感じで話してました。ヨーロッパは本当に使わなかったよね、観光費は。せっかくサクラダ・ファミリアとか行ったのに中みんな買ったよね。本当に次来れる時はあるのかとかっていうところとの葛藤をひたすらしてましたね。あとはやっぱりアフリカを丸ごと今回の旅の趣旨とは違うからって言ってほとんど削ったりとか、一度見たところはもう見ないとか、ウユニ塩湖のツアーも1回だけにしたりとか、あとはレインボーマウンテン、ペルーにもアルゼンチンにもあるけど片方で見たからもう片方は見ないとか、そういった取捨選択をずっとやり続けた自立もで抑えられたかなというところはあります。であともう一個細かいところのポイントで言うと、eSIM ね、私たちは基本的に現地で SIM カードを買うか eSIM を買うかっていうどっちかだったんですけど、eSIM を買うときはトリップ.comを結構使ってましたね。そうね、結構調べるとボラフライとかノマドとかエアラロみたいなそういったものを進めてる人が多くいるんですけど、やっぱりそれが安かったことはあんまなくて、便利なんだろうけど、安さで言うなら eSIM ならトリップ.com は結構安かったな。トリップ.com に限らずそれを都度調べるってことを大事にしてました。パラグアイで出会った日本人の人たちとかは意外とネット持ってませんみたいな人もいたし、Wi-Fi あるところで事前に調べてって地図とかもダウンロードできるし、翻訳機もダウンロードできるし、それぐらいあればなんとか聞きながら行ってるみたいな人もいて、確かにできそうだなって思ったりしたから。あ
当はこれはその節約として使ってたわけではもちろんないんですけど、僕らの旅の目標的には人と出会う旅をするっていうので、カウチサーフィンとワーターウェイを使っていたっていうのは一つこんぐらいの資金で行けたっていうところのポイントなのかなと思っています。最後に、今後どうするのかっていうとこなんですけど、この4月末に帰国して5月はまたちょっと妹とタイとかに行ったりとかしてて、なんだかんだバタバタしてて、やっと落ち着き出したのが最近なんですけど、今後どうしようみたいなところは帰国前のメキシコ滞在の時にちょっと2人で考えてたりして、こういう生き方がしたいねみたいな抽象的なところはなんとなく2人でイメージできて、あとはここからそれをじゃあどうやって具体的な仕事につなげていこうかっていう話し合いっていうか、決めていこうかなって思ってます。結構世界一周中はずっとワクワクしてたんだよね、だから長い期間自分がワクワクしながら生きていくことってできるんだっていうのもこの旅をして得た気づきの一つなので、そういったワクワクすることにこれからも取り組んでいきたいなと思ってます。なのでワクワクするってことはつまり自分の好きなことをやるっていう、ことだけど、やっぱりこの1年間ももちろん楽しいだけじゃなくて、それこそ命の危機を感じたりとか体調崩したりとか、すごい気分がどっと落ち込むこともあったりしたけど、やっぱり自分が好きなことだったから乗り越えられたっていうところがすごく大きくて、だからこれからもそういう自分の好きなことをやっていきたいなって思ってます、なので、一旦サラリーマンとかではないかなっていうぐらいですかね、ということで一通り話してまいりました。以上ですかね。はい、世界一周の報告動画は以上になりますが、ただまだまだ動画がね残っているので、半分ぐらいのエジプトに今いる状態なので、ここから私たちの好きな中南米編に入っていくので、私も帰ってきてから編集に携わってるので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。お願いします。中南米もともと僕たちも全く馴染みがなかったところではあるんですけど、本当にいろんな自然の景色とか文化とかそういったところも垣間見れるようになってるかなと思うので、2倍速でゆるいので2倍速で最初のイントロだけでもいいです。イントロだけでも何でもいいので見ていただけると嬉しいです。はい、では今日もありがとうございました。ありがとうございました。またねー。